皆さん、こんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマはくどいです。くどいという言葉聞いたことありますか？これは何々すぎてうんざりする、こんな時に使います。意味は話や説明が長すぎる、同じことを何度も繰り返し言っている、味が濃すぎる、色やデザインが派手すぎることです。例文を3つ紹介します。1つ目、彼の説明はくどくて聞いていると疲れる。彼の説明が長すぎる、もしくは同じことを何度も言っているということです。説明をするときは分かりやすく短く言ってほしいものですよね。2つ目、このケーキは甘さがくどいからコーヒーと一緒に食べたい。このケーキが甘すぎるということです。砂糖がたくさん入っているということですね。甘すぎるケーキは苦いコーヒーと一緒に食べたいですね。3つ目、この部屋、壁は真っ赤だし、カーテンは金色、ソファーは緑色、ちょっとくどくない？今説明した部屋、想像してください。派手すぎませんか？こういう時にもくどいと言います。例文を3つ紹介しましたが、使い方わかりましたか？くどいが入っている言葉として回りくどいという言葉があります。これは言い方が遠回しでよくわからないときに使います。つまりストレートに言わないということです。聞いている人は早く要点を言ってと感じてしまいます。日本人ってよく回りくどい言い方をするなと感じたことありませんか？これはおそらく聞いている相手を配慮して言っているんだと思います。ストレートに言うと相手が傷つくかもしれない、嫌な気持ちになるかもしれない、だから遠回しな言い方をしているんだと思います。先ほど紹介したくどい、今話した回りくどい、2つともネガティブな意味で使われます。ですので、自分の心の中で言うか、または使う場面や相手に十分配慮する必要があります。相手に不快感を与える可能性が高い言葉だからです。ということで、今回のテーマはくどいです。私は最近ピザを食べました。急にピザが食べたくなったんです。ピザってたくさん種類があると思うんですが、今回サラミピザが食べたいと思いました。サラミピザは普段食べないんですが、急に食べたくなったんです。サラミピザというと、ピザの生地の上にトマトソース、サラミ、チーズが乗っているピザを想像しますよね。私はチーズが大好きなんですが、もしかしたらチーズが足りないかもしれない
と思って耳の部分にチーズが入っているオプションがあったので、それも追加することにしました。ということで私はデリバリーでサラミピザを注文しました。家に届くまでがとても楽しみでした。そしてしばらくしたらピザが届きました。温かいうちに食べたいと思ってすぐ食べました。一口食べたんですが、あれ？私の想像していたピザと少し違ったんです。それはサラミの下にチーズがたっぷりあったんです。もはやチーズピザにサラミを乗せた、こんな感じのピザだったんです。一口二口どんどん食べていくうちにチーズがくどいと感じました。チーズが多すぎたんです。ピザの耳の部分までチーズにしてしまったので、1枚食べきる頃には胃がとても重かったです。程よい量のチーズだったら美味しいと感じていたと思うのですが、今回チーズが多すぎたので、チーズもういらない、嫌だと感じてしまいました。皆さんも私のように何か食べていてくどいと思ったことありませんか？ぜひ考えてみてください。今日出てきた単語を復習します。くどい、くどい、回りくどい、回りくどい、遠回し、遠回し、不快感、不快感、程よい、程よい。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。